こんにちは。今日はですね、終鉄で戦うというテーマでお話しします。よくね、終鉄のパンチ、こんなの実戦で使えるのかっていうようなねコメントが入ったりするんですけれども、今日はそのあたりを僕の考えをお伝えできればと思います。終鉄では技の威力を高めるということに特化しています。パンチのね試し撃ちの映像とかね、仲間内でやったりするああいう動画ねよくアップしてますよね。で、こんなパンチね動きながら使えるのかとかね、実戦で本当に役に立つのかと、そういう声があるのはねもちろん、僕も理解をしています。昔ですね、僕が最初に武道を始めた時、フルコンタクト空手を始めた頃の話なんですけれども、当時ウエイトを僕めちゃくちゃガンガンやってたんですね。で、結構こうムキムキに鍛えてたんですよ。で、結構パワーもあって力もあって、見た目もねちょっとムキムキしてたので、すごいパワーねありそうだねってよく言われてはいたんですけど、力にはね相当自信があったんですけど、いざ、空手をやってみたらですね、パンチとか蹴りの威力が、自分が思ってたレベルとなんかねマッチしなくて、こんな鍛えてんのに、なんかね生かされてないなっていうすっごい痛感したんですよ。その時にパンチの威力を高めるっていうのは普通の筋トレとは違うね、なんか特別な体への要求があるんだなっていうのを漠然と感じたんですよね。なので、それからね自分にとっての使える肉体とか使える筋肉っていうのを改めて考え直した時に、このパンチの威力をやっぱ徹底的に追求していきたいっていうふうに、もう取りつかれたように研究するようになったんですね。要は今までね自分が、鍛えていた筋肉、それはもちろん使える筋肉っていうのを想定していたのに、思ってたのと違った。最初の大きな発見というか、気づきだったんですね。で、ここで大事なのは終鉄はねいわゆる武道団体ではない。これはもう昔から言い続けてることなんですけど、純粋にね、武道団体、格闘技のジムであれば、そこで学ぶあらゆる、物事っていうのが戦いの強さに生かされるのが、最優先じゃないですか。でもね終鉄の目的はあくまでも身体能力の開発なんで、僕の中ではねそこは矛盾していなくて、そもそも役割がね、終鉄の役割っていうのはそこだと思ってるんですね。実際それが、武道格闘技だけじゃなくて、いろんなスポーツとか日常にも応用が利くその身体能力の開発になってるっていうふうに思ってるんですよね。それでもねやっぱりパンチとか組み技の映像とかをね紹介してるわけなんで、それねスパーリングで、使えるのかって思われる気持ちももちろん、理解はできます。そこでですね、そんな、皆さんの疑問とか動きの中でどういうふうに使うのかを見てみたいっていう声に、ある意味でお答えできるかもしれないということで、今日は新しいお知らせがあります。この度新しい映像作品が発売されることになりました。意識して動かせる筋肉じゃないので、腰椎をまっすぐ立ち上げよう、重力に抗って上に立ち上げようっていう動きでもって収縮を
こう導き出していかないといけないですね。なんで体をその収縮を作ろうとか、前後のバランスを取ろうとすると前後のバランスっていうのは取れないので、そこは要注意です。なので徐々に発揮される力と瞬間的に発揮される力っていうのが全然質が違っていて、アウターのパワーじゃなくてインナーマッスルが姿勢をそもそも安定させている力がちゃんと働いているかで、それが効率的にちゃんと働くための神経制御がですね。今回の DVD はこれまでの DVD とは、随分、雰囲気というかね、趣が違ったものになっています。っていうのも、稽古会の会員さんへの実際の指導風景を、撮影したものになりますので、非常にリアルで、もう普段の稽古の雰囲気をそのまま感じてもらえるんじゃないかなと思います。脇の締め、肘の固定をここの筋肉で意識的に作ろうとするととても大変なことになるので、その難しさを一旦感じましょう。こうですね、下まで降りなくていいんでピタッとさえすればいいです。でこのピタッとがめちゃくちゃ難しいので、それを自分の深層筋だけでそれを作らないといけないということなので、この腰椎の安定はインナーマッスルのバランスが大事なんですね。例えば大腰筋だけがギュッと収縮しているとか、多裂筋だけギュッと、パンチだけじゃなくてもう肘打ちだろうが頭突きだろうが全部の運用がで、このね DVD を作成するにあたってですね、担当の人とね打ち合わせをしている時にこんなリクエストがあったんですよね。動きの中で、スパーリングの中で終鉄を使うとしたらどういう風にやるのかを見たいですっていう風にですね、正直ね、またその無邪気な意見が来たのかっていうふうに思いました。だってね、先ほども話した通り、終鉄の目的はあくまでね身体能力の開発であって、こう実戦での勝ち負けとかね、スパーリングに強くなるっていう、それをね直接的に追求するものではないんですね。なのでね、一旦はですね、いやスパーリングとか終鉄の目的とは違いますし、今回ねそういうちょっと映像はやめておきましょうっていう形で一旦はねやんわりとお断りをしたんですね。ただ非常にそういうのを見てみたいなっていう熱心な、気持ちも、伝わりましたし、あとはね今回は上級のメンバーだけを集めてその稽古風景を撮影しようかなっていうところもあったので、上級メンバーっていうのは、空手のねフルコンタクト空手とかのもう有段者とかだったりしますし、相当普段から、鍛えてる屈強な皆さんなんで、今回はね、特別にそういう側面もちょっと見ていただくのもいいかなと思ったという感じです。こういうのはねもうやっぱ、腕っぷしと的な、強さでいうとやっぱり大事ですシンプルにほい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 触らない。ほいほいというわけで今回の映像、まず基本になるのはもちろん書籍の内容にのっとったものです。書籍はね読んでいただいた方は分かると思うんですけど、理論的でね
結構難しめの内容が多かったんじゃないかなと思います。でもこの DVD を見ていただくことでその理論がね実際の対人稽古でどういうふうに機能していくのかとかだいぶ理解しやすくなるんじゃないかなと思います。で解説もねかなり詳しく丁寧に行ってますので、あと、時間もね結構1時間半ぐらいだったかな、結構ボリュームも満点ですし、あと、今回の映像ならではの部分として、先ほどお話ししたねスパーリングの中でどう使うのか、そういうのもね収録しておりますので、これはねあくまで終鉄の身体操作をどういうふうに応用しうるかっていう一例として見ていただければと思うんですけども、少しでもね皆さんの疑問にお答えできれば嬉しいかなと思います。書籍で学んだ理論をより深くかつね実践的に理解したいなっていう方、実際の動きの中でどう生かされるのかっていう、その一端を垣間見たいなっていう方には楽しんでいただける内容になっていると思います。ぜひ期待してお待ちください。以上です。ありがとうございました。